モ活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム DB 戦士ナンバー160超 SD 戦国伝武人キラハガネ編サイガガンダムを作ります。1996年に発売されたキット。まずは素組みでの組み立てです。キットの開封から。定価500円の武人キラハガネでは第5弾のリリースキット。コミックもついた説明書は8ページ構成。コミックワールドは投資で154のクレジットでした。変形ギミックは武者形態、回転大節乱舞形態、そしてサイコ動画形態へのチェンジです。パーツの封入は2袋でした。基本成型色が3色、プラスクリアイエロー、ゴールドメッキのパーツと特殊素材としてラメ入りのクリアレッドという合計6色のパーツ構成。ポリキャップとシールが付属。各パーツを説明書に沿って組み立てていきます。まずは胴体です。ポリキャップを5つ組み込み構成されています。今回はパーツカットは説明書に沿って全て薄刃ニッパーでカットをして準備をしていきました。パーツのはめ込みにはプラモデル用接着剤のミスターセメント流し込みタイプを使って丁寧に組んでいきます。次に武器である搭載画を作ります。細かい接続箇所で向きに注意が必要です。頭部を組み立てます。卑怯な手を嫌う百鬼夜行衆の武人トールギスが子供を救出。逃れたことでサイガガンダムとなり、テンレイラと共に百鬼夜行衆と戦うことになりました。目のシールはこの製作パートで貼り付けてしまいます。続いて脚部です。白の成型カラーパーツ。武器である搭載画はサイガガンダムの際は大釜、サイコ動画の時はなぎなたとして使うことができます。天道奥義、回転大節乱舞は大釜を目にも止まらぬ速さで振り回し、反撃の隙すら与えずに切り裂く大技です。腕部です。こちらはボディと同じ黒の成型パーツでした。連動ギミックとして天霊ガンダムのキラハガネの刃を搭載画に取り付けることができます。登場人物は主に新機動戦機ガンダムウィングなどのキャラクターや兵器がモデルになっていました。ここからは武者形態以降の武装パーツを組みます。まずは兜です。角と兜飾りが接続されます。超 SD 戦国伝武人キラハガネは武者ガンダムシリーズの第8作です。赤のクリアパーツを使った左右の爪を作りました。そしてバックパックは3つのパーツで構成されていました。ここからは左右の肩アーマーを作ります。サイドアーマーとシールプラス黄色のクリアパーツを使った手の込んだ構成です。アークで破壊活動を行う百鬼夜行衆とそれに対するガンダム軍団との戦いの物語です。主人公はウィングガンダムゼロをデザインベースにした天霊ガンダム。超機動大将軍の15年後を描いた続編であるために前作の人物が多数登場してきます。兜には武者形態後部の武装パーツも取り付きます。脚部、腕部を左右順にジョイントして軽装形態を作っていきます。頭部を接続して完成。フロントビューからリアビュー。続いて武者形態を作ります。取り外した状態の腕部に左右の肩アーマーを接続します。本体に取り付けていきます。その際に武者形態以降は左右に爪を挟み込みます。元百鬼夜行衆の一員です。バックパックを取り付けました。動画の里で修行を積んだ動画流相当術の使い手です。兜に後部の武装パーツを取り付け、
頭にジョイントします。フロントビューからリアビューがこちら。そしてサイドアーマーと角を展開させた回転大切乱舞形態がこちらです。さらに変形します。今度はサイコ動画形態を作ります。兜の後部にあったパーツを展開させて前面に持ってきます。ここでサイコ動画の目のシールを貼り付けます。亡き師匠の子供を百鬼夜行衆に人質に取られ、闇の軍門下に下り、サイコ動画としてガンダム軍団と戦っていました。バックパックはガンダム形態からは上下を逆にして接続します。軽装形態に兜をかぶせる形でジョイント。デザインベースはギラ動画サイコミュ試験型です。サイドアーマーを開いて完成です。フロントビューからリアビューがこちら。素組みで組んだパーツは一旦分解して次の塗装工程に向け下地をつけるべくミスタースーパークリア艶消しを塗布してマットな塗膜を作っておきます。ということで今回は SD ガンダム DB 戦士ナンバー160超 SD 戦国伝武人キラ鋼のシリーズからサイガガンダム、まずは素組みで軽装形態、武装形態、サイコ動画形態までを作りました。次回パーツをペイントしていきます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。